人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。もしも自転車でサイクリング中に遭難した時、どう行動するべきか。1、サイクリング中の遭難とは何か。サイクリングは健康維持や景色を楽しむために多くの人々が取り組んでいるアクティビティですが、予期せぬトラブルによって遭難することもあります。サイクリング中の遭難とは、道に迷ったり、体力が尽きたり、天候の急変や機材の故障によって予定していた場所にたどり着けなくなることを指します。これらの状況は特に山間部や自然の中のサイクリングルートで発生しやすく、深刻な事態に発展する可能性があります。サイクリング中の遭難の主な原因。道に迷う知らない地域や未舗装の道を走っていると方向感覚を失うことがあります。山道や森林では同じような景色が続くため、特に注意が必要です。天候の急変や山部や自然の中では天候が急変しやすく、突然の大雨や霧、強風に見舞われることがあります。これにより視界が悪くなり、体力が消耗することもあります。機材の故障。サイクリング中にタイヤのパンクやチェーンの切断、ブレーキの故障が発生すると移動が困難になり、立ち往生する可能性があります。体力の限界。長時間のライドにより体力が消耗すると判断力が鈍り、適切な対応ができなくなることがあります。また脱水症状や低血糖も遭難のリスクを高めます。通信手段の喪失。遠隔地では携帯電話の電波が届かず、外部と連絡が取れなくなることも多々あります。こうした状況では外部からの助けを期待できず、自力での対応が求められます。こうしたリスクを避けるためには事前の準備が非常に重要です。しかし、もし遭難してしまった場合でも適切な行動をとることで生還の可能性を大きく高めることができます。2、世界で発生した有名なサイクリング遭難事例。サイクリング中の遭難は世界中で起こっており、時には命に関わる深刻な事態となります。以下に過去に実際に発生した著名なサイクリング遭難事例を3つ紹介します。2.1 アメリカキャノンビーチでのサイクリング遭難。2003年、アメリカのオレゴン州キャノンビーチでサイクリング旅行をしていた男性が道に迷い、森の中で3日間孤立しました。彼は自転車のチェーンが外れてしまい、歩いて戻ることも困難になりました。持っていた水と食料を慎重に使いながら救助を待ちました。幸いなことに防寒具を持参していたため、寒さから身を守ることができ、無事に救助されました。この事例は機材のメンテナンスと事前準備の重要性を強調しています。2.2 スコットランドハイランドでのサイクリング遭難。2010年、スコットランドのハイランド地方でサイクリングしていたグループが霧と強風により視界を失い、道を見失いました。彼らは天候が急激に悪化したため進行方向がわからなくなり、最終的にグループが分散してしまいました。数日後に全員が無事に発見されましたが、この事例は天候の急変に備えることの重要性を示しています。2.3 ニュージーランドクイーンズタウンでのサイクリング遭難。2015年、ニュージーランドのクイーンズタウンでサイクリングしていた男性が川沿いの道でタイヤがパンクし、移動ができなくなりました。彼は3日間にわたり救助を待ちましたが、
周囲に人家もなく、携帯電話の電波も届かない場所でした。彼は川の水を飲んで命をつなぎ、自転車をシェルター代わりにして寒さをしのぎました。最終的に救助され、命に別状はありませんでした。この事例では、自然環境への適応力が生還の鍵となりました。3、遭難から生還した人々のエピソード。次に、サイクリング中に遭難しながらも生還した人々のエピソードを紹介します。遭難期間が短いものから順に、どのように生き延びたのかを詳しく解説します。3.1 エマ・スミス25歳、カナダ、サイクリング旅行中。エマはカナダの山岳地帯をサイクリング中、道を見失い、孤立しました。彼女は携帯電話の電波が届かないため、持っていた防寒具で寒さをしのぎ、持参していた食料を少しずつ消費しました。12時間後、通りかかったハイカーに助けられ、無事に救出されました。冷静な対応と適切な準備が生還の要因となりました。3.2 マーク・ジョンソン30歳、アメリカ、サイクリング中。マークはアメリカのロッキー山脈でサイクリングをしていた際、突然の霧と豪雨により道を見失いました。彼は GPS を使って方向を確認し、近くの山小屋に避難して一晩を過ごしました。18時間後、天候が回復し、無事に帰還しました。この事例では、天候への対処と適切な装備が生還につながりました。3.3 ジョン・マッカーサー28歳、イギリス、サイクリング遠征中。ジョンはイギリスの田園地帯でサイクリングをしていた際、タイヤがパンクして進めなくなりました。修理キットを忘れていたため、その場で立ち往生しました。持っていた非常食を少しずつ消費し、24時間後に通りかかった車に助けられました。装備の不備が原因で遭難しましたが、冷静な対応で生還できました。3.4 サラ・ウィリアムズ32歳、アメリカ、サイクリングレース中。サラは山岳地帯で行われたサイクリングレース中、霧により視界が悪くなり道を見失いました。彼女は無線機を使い、他のライダーと連絡を取り合いながら安全な場所に避難しました。36時間後、救助隊により発見されました。無線機を使ったチームでの連携が生還の鍵となりました。3.5 アンドリュー・リー40歳、ニュージーランド、サイクリング中。アンドリューはニュージーランドの山中でサイクリング中、タイヤのパンクにより移動できなくなりました。彼は3日間にわたり孤立しましたが、持っていた水と食料を慎重に消費し、川の水で水分を補給しました。彼は最終的に無事に救助されましたが、体力と水分の管理が生還に重要な要因となりました。3.6 クリス・ジャクソン45歳、オーストラリア、サイクリング中。クリスはオーストラリアの砂漠地帯でサイクリング中、道を見失いました。彼は木陰に避難し、持参していた水を少量ずつ飲んで体力を温存しました。彼は72時間後に救助されましたが、冷静な判断と水分の管理が生還の鍵となりました。3.7 メア・リー・オコナー50歳、アメリカ、ソロサイクリング中。メアリーはアメリカ西部の砂漠でソロサイクリング中、道に迷い、水分が不足しました。彼女は自転車を使ってシェルターを作り、夜間の寒さをしのぎました。彼女の遭難は5日間にわたり、その間、野生動物や乾燥した環境に耐えながら救助を待ち続けました。最終的には無事に救助されましたが、耐え抜くための強い意志と準備が生還の鍵でした。4. 遭難を克服するための技術と方法。これまでの事例から学んだ遭難を克服するための11の技術や方法を紹介します。1. シェルターを作る。自然環境の中で最も重要なことは、寒さや風雨から身を守るためのシェルターを作ることです。自転車や自然素材を使って体温を維持し、無駄なエネルギー消耗を防ぎます。続き、2. 水分の確保。水分は生存に最も重要な要素の一つです。遭難時には川や湖、
さらには葉に溜まった露などから水を確保することが求められます。クリス・ジャクソンやアンドリュー・リーのように水分を少しずつ補給することで体力を維持することが生還の鍵となります。3. 食料の計画的消費。遭難時には持参している食料を慎重に消費し、少しでも体力を維持することが大切です。非常食を持参している場合はもちろんですが、自然の果実や昆虫を食べることも選択肢に入れなければなりません。食料を少しずつ消費し、無駄を避けることが重要です。4. 移動を控える。迷ったり体力が尽きた時には無理に動き回ることを避け、適切な場所で待機することが生還のためには必要です。特に天候が悪い場合や夜間の移動は避けた方が良いでしょう。救助を待つ間、エネルギーを節約しつつ、可能な限り目立つ場所で救助信号を送ることが重要です。5. 反射板やライトを使った救助信号の発信。特に夜間や視界が悪い場合には、反射板やライトを使って救助信号を発信することが非常に効果的です。視認性を高めるために、目立つ色の衣類や布を使って SOS の文字を作ることも有効です。サラ・ウィリアムズが無線機を使って連絡を取り合ったように、適切な信号を発信することで救助がスムーズに進みます。6. 防寒対策。寒さは体力を奪い、生存を危険にさらす要因です。エマ・スミスやメアリー・オコナーのように、防寒具や自然のシェルターを活用して体温を維持することが生還のために不可欠です。また、自転車のフレームや木の枝を使って風を防ぐ工夫も有効です。7. 地図や GPS を使ったルート確認。現代のサイクリングでは GPS やスマートフォンを使って正確な位置を確認することができます。道に迷った時は、まず現在位置を確認し、適切な方向に進むようにしましょう。マーク・ジョンソンのように GPS で安全なルートを見つけることが生還につながります。8. グループでの連携。サイクリング中に遭難した場合、複数人で行動している場合は決してバラバラに行動せず、連携を持ちながら助けを待つことが重要です。サラ・ウィリアムズが無線機を使って仲間と連絡を取り合ったように、チームで協力することで状況を乗り切ることができます。9. 応急処置スキル。サイクリング中に怪我をした場合、自分で応急処置ができるスキルは生存に直結します。擦り傷や骨折など軽度の怪我であれば、持参している救急キットを使って自分で対処することが大切です。また、傷口を清潔に保つための消毒が感染症予防につながります。10. 体力の温存。遭難が長期化した場合、体力の温存が極めて重要です。無理に長時間動き回ると体力を無駄に消耗し、救助が来る前に力尽きてしまうことがあります。クリス・ジャクソンのように無駄なエネルギー消費を避け、休息を取りながら体力を維持することが大切です。11. 風や気温の変化に対応する。特に山岳地帯や砂漠などでは、日中と夜間の気温差が激しくなることがあります。適切な衣類を準備し、寒さや暑さから身を守ることで体力の消耗を防ぐことができます。エマ・スミスが防寒具を活用して寒さから身を守ったように、天候の変化に対応することが生存の鍵となります。5. 遭難を克服するためのユニークな方法。ここでは遭難時に役立つユニークな対策を3つ提案します。これらは自然の中でサバイバルする際に有効な方法です。1. 自転車をシェルターとして活用。自転車自体を利用してシェルターとして使用することができます。自転車を立てかけ、フレームやタイヤを使って風を防ぐ簡易的なシェルターを作ることで、寒さや風雨から身を守ることができます。2. 川や自然の水源を利用。遭難時には水分の確保が非常に重要です。周囲に川や湖がある場合は、水を汲んでろ過や沸騰させて飲むことで脱水症状を避けることができます。水源が見つからない場合でも、炉や植物から水分を確保する工夫が必要です。3. 道具を使って救助信号を作成。
自然の中で目立つ信号を作ることで、救助隊に自分の存在を知らせることができます。自転車の反射板や衣類、明るい色のものを使って SOS の文字を作ったり、木の上に布を掲げて救助信号を発信することが有効です。6. 励ましと具体的なアドバイス。遭難することは非常に怖い経験ですが、冷静に対応すれば生還の可能性を大いに高めることができます。具体的なアドバイス。冷静さを保つ。まずはパニックを避け、冷静に状況を把握しましょう。焦って行動すると状況が悪化することがあります。判断力を維持するためにも、呼吸を整え、次に取るべき行動を落ち着いて考えましょう。計画的に行動する。食料や水を計画的に消費し、体力を温存することが重要です。また、無理に移動せず、できる限りのシェルターを作り、救助を待ちましょう。希望を持つ。遭難しても決して希望を捨てず、救助が来ることを信じて行動しましょう。小さな行動でも救助隊が見つけやすくなる工夫を続け、体力を維持しながら生き延びる努力を続けてください。自然の中での遭難は確かに困難な経験ですが、適切な準備と冷静な対応があれば状況を乗り越えることができます。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。